はようございます。昨日、9月25日の米国株式市場は、予想を大幅に上回る力強い経済指標の発表を受けて、FRB による利下げ観測が後退し、主要3指数が揃って3日続落する展開となりました。第2四半期の GDP 確報値が大幅に上方修正されたほか、週間の失業保険申請件数も予想外の強さを見せ、経済の底堅さが示されたことが背景にあります。これを受けて長期金利が上昇し、株式市場の重しとなりました。個別では、インテルがアップルへの出資打診のニュースで急騰したほか、トランプ大統領が TikTok の米国事業に関する合意を正式化する大統領令に署名したことも大きな注目を集めました。一方で、決算を発表したカーマックスは、業績悪化を受けて株価が暴落しています。本日はこれらの市場の動きを解説していきます。さて最初に、主要株価指数の動きについて見ていきます。ダウ平均株価は、マイナス 0.38% で、終値は 45,947。S&P500 は、マイナス 0.51% で、終値は 6,604 でした。ナスダック総合指数は、マイナス 0.5% で、終値は 22,385。小型株で構成されるラッセル2000は、マイナス 0.95% と、主要指数の中で最も大きな下げ幅を記録しました。また、半導体関連株で構成されるソックス指数は、マイナス 0.2% で、終値は 6,285 でした。次に米国債券の利回りですが、2年ものの国債利回りは、前日比プラス 1.75% の 3.661% と急騰しました。また、10年ものの国債利回りは、プラス 0.63% 上昇し、終値は 4.174% でした。これは、第2四半期の GDP 成長率が予想を大幅に上回ったことや、週間の失業保険申請件数が予想外の強さを見せたことで、FRB が請求な追加利下げを行う必要性が低いとの見方が強まったためと考えられます。景気の底堅さを示すデータは、FRB がインフレ抑制を重視する姿勢を維持するとの観測につながり、債券が売られ、利回りが上昇する要因となりました。次に為替について見ていきます。ドル円は、米国の強い経済指標と長期金利の上昇を背景にドル買いが強まり、プラス 0.6% 上昇して、終値は 149.77 円でした。また金価格ですが、プラス 0.32% 上昇し、3780.02 ドルで取引を終えました。株式市場が下落する中で、安全資産としての買いも入ったようです。実際、金価格は2025年に入ってから 40% 以上上昇しており、インフレへの懸念、政府債務の増大、地政学的なリスクの高まりなどを背景に、分散投資先としての魅力が高まっています。WTI 原油価格は、プラス 0.46% 上昇し、1バレル 65.29 ドルとなりました。最後にビットコイン価格ですが、マイナス 3.7% と大きく下落し、10万9000ドルの前半あたりを推移しています。次に、マーケットのセンチメントですが、VIX 指数は、プラス 3.46% 上昇して、16.74 となり、市場の不安心理の高まりを反映しています。また、フィアー&グリードインデックスは前日の56から昨日は52となり、中立、ニュートラルの領域に低下し、投資家心理が後退していることが示されています。それでは、経済指標の発表内容やマーケットの反応を見ていきます。第2四半期の実質 GDP 成長率の確報値は、前期比年率 3.8% 増となり、改定値の 3.3% から 0.5 ポイントも上方修正され、市場予想を大きく上回りました。これは約2年ぶりの高い伸び率です。この大幅な上方修正の最大の要因は、個人消費の強さです。実質消費者支出は、改定値の 1.6% 増から 2.5% 増へと大幅に引き上げられました。この予想外に力強い結果は、景気後退懸念を大きく後退させ、米国経済の例外的な強さを改めて示す形となりました。また、
労働市場の健全性を示す週間の新規失業保険申請件数は21万8000件となり、市場予想の23万3000件を大幅に下回る強い結果となりました。これは7月中旬以来の低い水準であり、労働市場の底堅さを裏付けました。この力強い GDP と失業保険申請件数の結果を受け、金融市場では FRB が追加利下げに慎重になるとの見方が強まり、米国の長期金利は上昇、為替市場ではドルが主要通貨に対して全面的に買われる展開となりました。さらに企業の設備投資の動向を見る上で重要な8月の耐久財受注は、前月比 2.9% 増と、市場予想の 0.3% 減を大幅に上回り、前期のマイナスからも急回復する非常に力強い内容となりました。企業の設備投資の先行指標とされる、輸送用機器を除いたコア耐久財受注も 0.4% 増となり、企業の投資意欲が依然として堅調であることを示唆しています。また、カンザスシティ連銀が発表した9月の製造業総合指数は4となり、活動が3ヶ月連続で拡大ペースにあることを示しました。一方で、住宅市場は依然として停滞が続いています。8月の中古住宅販売件数は年率換算で400万戸と、市場予想の396万戸を上回ったものの、7月の401万戸からはわずかに減少しました。住宅価格の中央値は前年同月比で 2% 上昇しており、値頃感の問題が依然として市場の重しとなっています。また、インフレ関連では、FRB が最も重視するコア PCE 価格指数が、第2四半期の確報値で前期比年率 2.6% の上昇となり、市場予想の 2.5% をわずかに上回りました。インフレが落ち着きつつある大きな流れに変化はないものの、FRB の目標である 2% を依然として上回っており、インフレの根強さも同時に示す結果となりました。次に FRB 高官の発言ですが、昨日は複数の FRB 高官が講演を行いました。FRB 内で特にハト派的な見解を表明しているボウマン理事は、ケンタッキー州での講演で、悪化しつつある労働市場の状況に対処する上で、我々はすでに後手に回っている深刻なリスクがある、と強い懸念を示しました。さらに、FRB は数ヶ月前に利下げを開始すべきだったとの考えを示し、もし現在の労働市場の軟化傾向が続くのであれば、今後はより早いペースで、より大幅な金融緩和が必要になる可能性を示唆しました。また、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、FRB が予防的なリスク管理として利下げに踏み切った理論的根拠を改めて説明しました。総裁は、力強いヘッドライン指標の裏に潜む経済の冷却傾向を重視しており、市場が強い経済指標を見て利下げの必要性に疑問を呈する中で、なぜ FRB が景気の急激な悪化を未然に防ぐための行動を取ったのかを説明する上で重要な役割を果たしています。一方で、シカゴ連銀のグールズビー総裁やサンフランシスコ連銀のデイリー総裁は、より中立的な姿勢を強調しました。グールズビー総裁は、今後の金融政策はデータ次第であり、あらかじめ決められた路線はないという柔軟な姿勢を示し、市場が過度に積極的な利下げサイクルを織り込むことを牽制しました。デイリー総裁も、不確実性が高い状況下では冷静に状況を判断し、政策を運営していく必要性を訴え、FRB の中核的な姿勢と一致する見解を示しました。では、注目されたニュースについて見ていきます。まず、TikTok に関する大きな動きです。トランプ大統領が TikTok の米国事業を米国の投資家グループの管理下に置くことで合意した内容を正式化する大統領令に署名しました。これにより、TikTok の親会社であるバイトダンスは、米国事業体の所有権を 20% 未満に引き下げることになります。アルゴリズムはバイトダンスがリースし、米国のユーザーデータはオラクル社の監督下で管理される計画で、取引の最終決定に向けた重要な一歩となります。AI 関連では、AI 向けクラウドサービスを手掛けるコアウィーブが、オープン AI にデータセンター容量を供給する契約を、新たに65億ドル追加し、総額224億ドル、日本円でおよそ3兆3500億円規模に拡大したと発表しました。
このことは AI インフラへの膨大な需要を改めて浮き彫りにする動きとして注目されています。では、昨日に決算発表を行った企業の決算内容について見ていきます。まず、コストコは第4四半期決算で売上高が861億6000万ドル、1株当たりの利益が 5.87 ドルといずれも市場予想をわずかに上回る堅実な結果を発表しました。しかし、この決算の革新は、その揺るぎない事業モデルの強さにあります。会員費収入は市場予想を上回り、特に主要市場である米国カナダでの会員更新率は 92.3% という驚異的な高水準を維持しました。これはインフレや景気後退への懸念が高まる中で、消費者が同社の提供する価値を高く評価し続けていることの証です。既存店売上高も来店客数の増加に支えられて予想を上回り、e コマース売上も 13.6% 増加するなど、デジタル戦略との融合も進んでいます。株価は日中の取引でマイナス 0.21% 下落し、時間外取引でもさらに株価を下げましたが、これはコストコの安定した業績がすでに株価に織り込まれていたことを示唆しています。また、中古車小売最大手のカーマックスは、市場に衝撃を与える第2四半期決算を発表しました。1株当たりの利益はわずか 0.64 ドルと、市場予想の 1.04 ドルを約 38% も下回り、売上高も65億9000万ドルと予想に届きませんでした。この決算は、米国の消費者経済に対する警告と受け止められています。小売中古車販売台数が 5.4% 減少したことに加え、より深刻なのは、金融部門の収益が悪化し、貸し倒れ引当金が 26.3% も大幅に増加したことです。これは消費者の信用状況が悪化している直接的な証拠であり、高額な裁量消費財市場に深刻なダメージが及び始めていることを示唆しています。株価はこの決算内容を受け、日中の取引でマイナス 20.07% と暴落し、過去5年間の最安値を更新しました。次に、アクセンチュアは、第4四半期に1株当たりの利益 3.03 ドル、売上高176億ドルという市場予想を上回る力強い結果を発表しました。特に、生成 AI 関連の新規受注額が当四半期だけで18億ドルに達するなど、AI 事業が著しい成長を見せています。しかし、経営陣が提示した2026年度の売上高成長率ガイダンスが 2% から 5% と市場の期待を下回り、成長の鈍化を示唆したことが嫌気されました。高決算にもかかわらず、マクロ経済の先行き不透明感から IT サービスへの支出が抑制されるリスクを市場が重く見た結果、株価は日中の取引でマイナス 2.73% 下落しました。また、IT ディストリビューターの TD シネックスは、第3四半期決算で市場に鮮烈な印象を与えました。1株当たりの利益は 3.58 ドル、売上高も157億ドルといずれも市場予想を大きく上回りました。すべての事業部門と地域にわたる完璧な業務遂行能力が評価され、力強いガイダンスも示したことで、株価は日中の取引でプラス 6.22% の大幅な上昇となりました。そして、セキュリティソフトウェアを手掛けるブラックベリーは、ソフトウェア企業への転換が実を結びつつあることを示す力強い決算を発表しました。第2四半期の1株当たりの利益は 0.04 ドルと市場予想を上回り、2四半期連続での黒字を達成しました。自動車向けの QNX 事業とサイバーセキュリティ事業という2つのコア事業が予想を上回る実績を上げたことに加え、通期ガイダンスを上方修正したことが好感され、株価は日中の取引でプラス 8.9% と急騰しました。次に、電子機器受託製造サービスの J ビルですが、市場を驚かせるほどの高決算を発表しました。第4四半期の1株当たりの利益は 3.29 ドル、売上高も83億ドルと、いずれも市場予想を大幅に上回りました。この業績は AI 関連の需要に支えられたインテリジェントインフラストラクチャー部門の爆発的な成長によるものですが、一方で自動車や再生可能エネルギーといった他の主要部門は不振でした。AI への熱狂によって極限まで高まった投資家の期待と、
部門ごとに濃淡のある業績という現実が衝突した結果、株価は素晴らしい決算内容とは裏腹に、日中の取引でマイナス 6.69% もの大幅な下落となりました。最後に、営業アウトソーシングのコンセントリックスですが、第3四半期決算で、売上高は市場予想を上回ったものの、1株当たりの利益は予想に届きませんでした。日中の株価は小幅な下落にとどまりましたが、その後に発表された第4四半期の弱い利益見通しが、将来の収益性への深刻な懸念を呼び、時間外取引で株価はマイナス 20.64% という驚異的な暴落を記録しました。では、注目企業の動きについて見ていきます。まず、一昨日に決算発表を行った企業のその後の株価の動きを見てみます。住宅建設大手の KB ホームは、市場予想を上回る決算を発表しましたが、住宅ローン金利の動向が依然として不透明なことから、昨日の株価はマイナス 0.54% と小幅に下落しました。接着剤メーカーの HB フラーは、第3四半期決算で売上高が市場予想に届かなかったことが嫌気され、株価はマイナス 3.83% 下落しました。では、次に市場の株価動向について見ていきます。昨日の株式市場は、好調な経済指標が逆に金利上昇への懸念を招き、多くの銘柄が売られました。特に目立ったのが、オラクルの 5% を超える大きな下落とテスラの 4% を超える大幅な下落です。また、ヘルスケアセクターも大手保険会社の見通し引き下げが響き、イーライリリーやファイザーなどが軒並み売られました。一方で、このような逆風の中でも、アップルやエヌビディアといった銘柄はプラス圏を維持しました。また、原油価格の上昇を背景に、エクソンモービルやシェブロンなどのエネルギー関連株も堅調でした。このように、昨日は市場全体が下を向く中で、消費関連やヘルスケアが売られ、AI やエネルギーといった個別のテーマを持つ銘柄が買われるという、二極化が際立つ一日となりました。では、個別銘柄の株価の動きについて見ていきます。まず、オラクルは、アナリストが投資判断を売りで開始し、目標株価を現行水準より 40% 以上低い175ドルに設定したことが嫌気され、株価はマイナス 5.55% と大幅に下落しました。ロスチャイルド&レッドバーンのアナリストは、同社のクラウド事業の収益見通しについて、市場は実現困難な青写真のシナリオを織り込んでいると指摘しており、この厳しい評価が売りを誘いました。また、前日に発表した AI インフラ増強のための大型の社債発行も、財務負担への懸念につながりました。なお、オラクルはアフターマーケットでプラス 1.5% あたりで株価を戻しています。テスラはヨーロッパでの8月の販売登録台数が8ヶ月連続で前年同月比マイナスとなったとの報道が嫌気され、株価はマイナス 4.42% 下落しました。中国の競合である BYD が欧州市場で販売台数を伸ばしていることも、競争激化への懸念を呼び、売りにつながりました。なお、昨日の EV セクターでは、中国メーカーの躍進が目立ちました。欧州市場でのシェア拡大が好感され、ニーオがプラス 4.92%、シャオペンがプラス 4.65% と上昇した一方、競争激化が懸念されるステランティスはマイナス 3.37% 下落しています。その他の大型テック株については、アップルはインテルからの投資打診のニュースもあり、プラス 1.81% 上昇しました。そして、インテルはアップルに投資を打診したとの報道が好感され、株価はプラス 8.84% と急騰しました。これはインテルに対する先日の NVIDIA からの50億ドルの投資やソフトバンクからの投資に続く動きであり、経営再建への期待を高めています。一方で、バーンスタインのアナリストは、アップルがインテルと共同でチップを設計したり、チップの製造を TSMC からインテルに移管したりする可能性は非常に時期尚早であると指摘しており、実際の協業に至るには課題が多いとの見解を示しています。NVIDIA は日中は売られていましたが、クローズにかけて株価を戻し、プラス 0.41% と小幅高で取引を終えています。
Amazon は、有料会員制度 Amazon プライムをめぐり、利用者を不当に加入させ、意図的に解約を困難にしていたとして FTC から2023年に提訴されていましたが、10億ドルの民事制裁金と15億ドルの顧客への返金を合わせた総額25億ドルを支払うことで和解に合意しました。なお、昨日の株価については、マイナス 0.94% と下落しています。その他、メタはマイナス 1.55%、マイクロソフトがマイナス 0.61%、Google がマイナス 0.51% と、それぞれ下げました。パランティアはマイナス 0.25%、ブロードコムはマイナス 0.97% でした。一方、半導体セクターのマーベルテクノロジーの株価は、プラス 4.64% 上昇しました。これは、マーベルテクノロジーの CEO が力強い収益見通しを再確認したことに加え、50億ドルの自社株買いプログラムを発表したことが好感されたためです。また、IBM は HSBC が債券市場の動向予測に同社の量子コンピュータを活用し、予測精度が向上したと発表したことが材料視され、株価はプラス 5.16% と大幅に上昇しました。この実験は、量子技術が金融という実世界の問題解決に貢献できることを具体的に示した例として、IBM の量子コンピューティング戦略に対する市場の評価を高めました。その他、株価変動の多かった銘柄やセクターについてですが、まずエネルギー関連の動向ですが、ウラン濃縮を手掛けるセントラスエナジーの株価は、オハイオ州のプラントを大幅に拡張する計画を発表したことを受け、プラス 13.09% と急騰しました。これは米国の国内ウラン濃縮能力を回復させる重要な一歩とみなされています。また、レアアース生産の MP マテリアルズは、米国防総省との大規模な官民パートナーシップ締結が報じられ、株価はプラス 8.27% と大幅に上昇しました。ウラン関連では、ウラン先物価格の上昇を背景に、カメコがプラス 3.11%、ネクスジェンエナジーがプラス 3.23% とそれぞれ上昇しました。また、リチウム生産を手掛けるリチウムアメリカズの株価は、2日連続で急騰しています。これは、トランプ政権が、同社が進めるネバダ州の大規模鉱山プロジェクトへの融資条件として、同社に米国が直接出資することを求めていると報じられたことが材料視されたものです。一方で、原子力セクターでは対照的な動きも見られました。創業者兼社長の辞任が発表されたコンステレーションエナジーは、マイナス 3.75% 下落しました。また、これまで急騰していた小型モジュール炉 SMR 関連では、アナリストが事業計画への懸念を示したことからオクロがマイナス 9.19%、ニュースケールパワーもマイナス 4.92% と、それぞれ大幅に下落しました。医薬品セクターでは、肥満治療薬関連の銘柄が難聴でした。イーライリリーは、開発中の新薬の臨床試験データへの懸念などからマイナス 3.7%、ノボノルディスクも組織再編に伴う利益見通しの下方修正が嫌気され、マイナス 4.61% 下落しました。また、主力製品の競争激化が懸念されるリジェネロンファーマシューティカルズも、マイナス 3.72% 下落しました。暗号資産関連銘柄は、ビットコイン価格の下落を受け、軒並み売られました。コインベースグローバルがマイナス 4.69%、ライオットプラットフォームズがマイナス 6.95%、マラソンデジタルがマイナス 8.99%、マイクロストラテジーがマイナス 6.99% と、それぞれ大幅に下落しました。このほか、個人消費の減速懸念から、スポーツウェアのルルレモンアスレティカがマイナス 4.02%、食品大手のクラフトハインツが事業分割計画を嫌気され、マイナス 3.48% と、それぞれ下落しました。それでは、セクター別のパフォーマンスを見ていきます。昨日の市場では11セクター中、エネルギーと素材の2セクターのみが上昇しました。エネルギーはプラス 0.37% の上昇で、原油価格の上昇が追い風となりました。素材もプラス 0.05% と小幅ながら上昇しています。一方で、最も下落率が大きかったのはヘルスケアで、マイナス 1.68% でした。
次に一般消費財がマイナス 1.27% と大きく下げました。これはカーマックスの決算不振が影響しています。金利上昇を受けて公共事業もマイナス 0.92% と難聴でした。市場を牽引してきた通信サービスはマイナス 0.62%、テクノロジーはマイナス 0.4% と、それぞれ利益確定の売りに押されました。では、市場の FRB の利下げ観測について見ていきます。昨日発表された力強い経済指標を受けて、少し過度であった利下げ期待は縮小されました。次回10月の FOMC では、25ベーシスポイントの利下げが行われる確率が 85.5% と、昨日の 90% 超えの確率から期待が減少しています。また、年末12月の FOMC では、2回目の利下げが 60.5% と、こちらも昨日から期待値が減少しています。では、日本時間の今夜に発表される経済指標ですが、FRB がインフレ指標として最も重視する PCE、個人消費支出物価指数が発表されます。同時に発表される個人所得や個人支出のデータも注目されます。また、9月のミシガン大学消費者信頼感指数の確定値も発表される予定です。それでは、まとめに入りたいと思います。昨日の米国市場は、予想以上に力強い経済指標が相次いだことで、FRB の利下げ期待が後退し、金利上昇とドル高、そして株安という典型的な反応を見せました。特に、約2年ぶりの高い伸びとなった GDP 確保値は、米国経済の底堅さを市場に強く印象づけました。これにより、主要産指数は3日続落となり、過熱感のあった市場に調整ムードが広がっています。加えて、来週に迫った政府機関の一部閉鎖のリスクも市場の不透明感を高めています。ホワイトハウスが閉鎖された場合に備え、恒久的な人員削減計画の策定を指示したと報じられており、政治的な対立が市場の新たなリスク要因として浮上しています。今後は、本日発表される PCE 物価指数がインフレの動向を見極める上で最初の注目材料となります。そして、来週末に発表される9月の雇用統計の結果が、市場の次の方向性を決定づける最も重要なイベントとなると考えられます。以上、昨日、9月25日の米国株式市場の動きと今後の見通しについてお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンのクリックをお願いします。